はい。これ一回業者入ったんだって。そう入ったみたいですね。オーでもプン。余計聞かなくなったって。あ、そうなんですか。それちょっと言わないとダメですよね。だからここちょっと霜つきやすいから変えた方がいいでしょ。あ、帰るの？あいつうっせえわ今日。だって見てくださいよこれ。ほら。あ、ほこりってこと？そうです。ね、カノ君見て。はい。あとここも気になったんですよ。外しちゃってなんかフィルターがあるからそれも全部きれいにしてやることできます。わかりました。めっちゃよろしく。ああ、もうこんな感じなんですね。そうです、こんな感じで。普通の 1K。そうですね。ここどのぐらい住んでるんですか？これはもう10日ぐらいですかね。2週間ぐらいですね。はい。すげえ正直に言うと多分今俺がこうその店長エリマネっていうのを立てずに、じゃあ全員俺についていきますにさせることはすごく簡単なことなの俺からすると、でもそれをすると俺の役職的に副店長で今エリマネ兼店長がいるのパワーバランスが崩れるから、あんまり俺は前に出たくないし、個人でこうやってどんどん積み上げてキャリアアップ、この会社でのキャリアアップをしていきたいみたいな意欲もないから、別にそこまで前に出る必要性を感じてない俺が、で別に俺がその一番になる必要は何もない。この会社がでかくなるべき。大阪はちょっと慣れました？大阪慣れましたね。この辺あんまりこう人が多いと来ることないんで。大阪に行けっていうのは、いつ言われたんですか？先月の会議の時ですかねに言われましたね。どうでした？大阪行けって言われた時に。いつも結構急なんで今日も急だなって感じでしたけど、いつかは言われるだろうなとは思ってたんで。ヒブスにあるんですね。そうですね。ちなみにローランドは今日難波店初視察です。なんか前の生でね、あっちあったんですよね。はい、ありましたありました。あっちは言ってましたけどね、こっちは初視察です。じゃあ俺掃除機やろうか。お願いします。はい、おはようございます。はい、昨日つなぐで共有上がってるのが光源効果の黒、これ必ず間違えないように皆さんしっかり見といてください。はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。ちょっと紹介しても大丈夫ですか？ちょっとじゃあ永田さんいいですか？ちょっと彼女が昨日言ってました直手さんというスーパーバイザーという役職で今ラココさんと、業務提携させてもらってるじゃないですか。そうですよね。でラココさんにめっちゃ優秀な店舗視察のスーパーバイザーがいるんですよ。なんで、その人の元について、とにかく店舗視察とは何なのかっていうところをもう全部一から学んでこいっていう。全国を飛び回って、その売り上げいい地域はなぜいいのかとか、逆に悪いところはなぜ悪いのかとかをもう結構全て熟知してて、でラココさんの売り上げ、昨日も言ったように結構いいんで、そういうところをカノにね
学ばせたいなっていうところで、なんかちょっと噂に聞くと結構厳しめだって聞いたんですけど、そうなんですか？そういう自覚はない？自分ではそうでもないと思ってるんですけど、周りには言われる。まあちょこちょこは。ああ、大丈夫ですか？このなんか腕まくりのこのなんか上げすぎじゃないですか？ちょっとなんかだらしないですよね。まあでもそうですね、なんかちょっとかっこ悪いかもしれないです。これはダメでしょこれ。何お前なんかちょっと下ろせよ。二頭筋見せたいみたいなさ、俺やるけどこれ見てみようお前。富とかちゃんとやってるよ。お前下ろせちゃんと。でこれ実はバックヤード、ここ RBL なんですけど見てください。ここからラココさんなんですよ。でこっちはもう男子禁制の女性用の脱毛サロンなんですけど、まあ僕は行きます。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。男子入ってもいいですか？大丈夫です。汚いおじさん大丈夫です。入ってちょっとダメ？大丈夫なんだ。あ、よかったよかった。なるほど、こんな感じで。あ、すみません、お邪魔してます。いつもお世話になっております。お世話してます。これがレディースのモデルさんですね。なんか NHK で一回共演させていただいたことあるんですけど。あ、そうなんですね。はい。すごいやっぱほらなんかこういうね、可愛いじゃん。RBL にはない可愛さですよね。俺の写真もないし。やってるちゃんと。ちゃんとやってるよ。何やってるの？まあカウンセリングと、あとはまあ研修。制約率は何パー6割ぐらいかな。ちょっと低くない？ちょっと低いです。ああ。休憩はどうやって取ってんの？まあ買いに行ったり外食べに行ったりとか。そう食べに行ったりしてんだ。行く時にさ、なんかこの辺なんかこういうお客様いるんだなとか、客層こんな感じなんだなとかさ、なんかそういうのを見ていかないと、なんかこのエリアを理解しないとさ、なんかそのお客様の層とか分かんないじゃん。例えばカウンセリングのトークになっても、あそこの何々屋さんが美味しくてみたいな、あそこの2個隣にあるなんかパン屋さんとかめっちゃ美味しいんですよみたいな話できるかできないかでさ、多分変わってくるだろうし、なんかそういうところも多分俺は見た方がいいと思うよ。視察行くんだったら、よりこう出張多くなるんだったらさ、わかる？とか、あとはなんかまあその数値化できない。俺らさ数字は見れるけどさ、この店舗のこう雰囲気って数値化できないもんだから、お前がこうそのままさ言ってもらわないと、なんか売り上げ上がったんですけど元気ないですねとかさ、そういうのとかもね報告してくれないとね。はい、 OK。これ RBL の密着今までやってきて、そんなに繁盛してること見たことないんですよ、正直。はい。なんで広げてるんですか？ちなみに業績的には、俺結構素直に言うタイプじゃないですか。去年までは良くなかったけど、今年は結構いい。あ、そうなんですね。今月の着地目標が、税抜きで 5.5 億なんですよ。それってすごい目標なんですか？多分もう業界トップのレベルだと思います。だからまあ満足はしないですけど、一応 5.5 の着地だと結構な純利益が残るような計算はしてます。一瞬ナーツさんいいですかね？はい。まず率直にここ視察、彼女と10日一緒に働いてるじゃないですか今、はい、で今この縄手さん的に見たこの、まあ難波店の状況ってどうですか？まず汚いっていうところですね。数字どうこういうよりも汚い。どこ？バックヤードで？バックヤードも基本的には全体的に、ガラスのところがめっちゃ汚かったんですけど。ガラス汚ね、はいはい。これ掃除してんの？これ掃除して全然されてないと思うね。マジで汚ね。これ絶対乾かね汚ねえなこれ。やってないでしょ絶対ね。ちょっと見てみますか実際。鏡の中ね。まあ言われてみたら確かに綺麗ではない。しかもこれ指で落ちるか。ほら
かります？ここのセンスってやってんの？この壁。そうですね、クリーナーでやってて、多分これ吹き残しあるんじゃない？そうですね、水拭きがちょっと甘かったのかな。ここはもうあまりにもこことか座るときにちょうど目線だからさ、ここ見てみ、ここ座ってめっちゃ汚くねえか？そうですね、壁が出ますね。ここはちょっとしっかりお客様の特に目線だからさ、設備がいいからって甘えてるんじゃなくて、設備がいいのにちゃんとこの細かいところまでみたいなのがすごいお客様にさ刺さる部分だと思うから、難波のさ辛い時期をさ経験してる分さ、やっぱ環境が良くなってそこに甘えちゃう部分もあるかもしれないけど、あそこで頑張れたことをここでも頑張れたら相乗効果で上がっていくと思うからさ、お願いします。はい、じゃあ頑張って。はい。そうさんちょっと引き続きお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。頑張って。また。あとはそこの L の右上、ここがすごい。ここですね。この辺も綺麗になりますね。すごい綺麗になります。はい。これ一回業者入ったんだって。そう入ったみたいですね。オープンのでも余計汚くなったって。そうなんですか。それちょっと言わないとですよね。そうですね。お金払ってんだもん。オープン前に一回やったって言ってたみたいなんですけど。じゃあもう一回ちょっと言いましょう。はい。あんまり綺麗には出ないですね、確かに。あとさんが汚いとおっしゃってるのがマジ本当に分かんないです、僕から見たら。嘘。どこが気になるんですか？だって見てくださいよ、これほら。ほこりってこと？そうです、この中も。こういうのもくっついてるじゃないですか。で黒く塗りつぶすか何かで、今クレヨンとかも売ってるじゃないですか。100均とかで。カノ君見て。はい。あとここも気になったんですよ。ここですね。もううるさいけど、はいこのほこりやばくないですか？はい。ちょっと汚いです。それをもう外しちゃって、なんかフィルターがあるから、それも全部きれいにしてやることできます。わかりました。めっちゃ嬉しい。うちのスタッフはちょっと呼んできますからね。いやでもね、みんなで共有しましょう、掃除も全部。すごいないですか？やばいね。何年やってないんだろうね。こういうのってビルの業者さんに頼んでよくないですかね？でも自分たちでもできることなんで、業者になってお願いさって待てない、こんな汚かったら。こういうのってやっぱお客さんが最初に初めてですよ、初めて。で入ってきた時にちょっと緊張しながら入ってくる。で一歩入る。で来たなと思ったら、いくらいいカウンセラーでも契約しないですよね。まずお試しでいいかな、トライアルでみたいな。なるほど。少しまあいいかと思って腰掛けるけど、こういう油膜とかこういうマジで分かんない。どこを指してるんですか？ここも手跡がついてる。この後ってことなんですね。そうです。ほらほらほら、伸びた。あとこれ見て、これほら、こんなこういうのがちゃんとカノン君がしないとダメなんですよ。なるほど。もうちょっとうまくやりたいなっていうのはもう来た時からずっと思ってますね。嘘。どんどん入ったらいいんですよ。いやー大丈夫なんですかね。会場自体がこんな過ごしてほしいって言ってましたよ。そうなんですよね。自分もやっぱ来た時にその 2way の店舗の強みみたいなのがマジで活かせてないなとは思ったんで、その総合送客もそうですし、なんか情報共有とか、情報っていうか知識の共有とか、そういうのはもっとあってもいいのになっていうのは
今副店長とかご飯食べたら開くので、はいそれでまたね空いてたらもうぜひぜひやらせていただきたいです、本当に。